お金の話始めるよ。はい。こんにちは。お金の疑問に答えるコンサルタント、荒竹貞夫でございます。今日もゆるゆるトークを進めていきたいと思います。通りすがりの別所でございます。ということで、今日も大阪市某所にございますサロンリサブローからお届けしております。で、今日のネタはですね、私から振っちゃって申し訳ないんですけど、はい。何でしょ金融時計っていうのをちょっとお話ししたくて、で、最近またね、アメリカの株とかが随分下がってきて、大丈夫ですかっていう、その心配の声がね、聞こえてくるので、じゃあ、実は相場ってどう動いてるのかっていうお話をすると結構安心していただけるので、今日はちょっと金融時計っていう、これ私の自作なんですけど、これなんですね。ちょっと経済の勉強っぽいですね。まあね、もっともらしい。相場ってどう動くのって話なんです。で、下がり続ける株もないし、上がり続ける株もないんですよ。みんな分かってるんだけど、自分が持ってるものが上がり続けないと不安になるんですよ。で、ずーっと下がり続けるような気になるんです。でも下がったら最終無価値になる。個別株ならね。でも、インデックスで買ってるのに無価値になるってことはアメリカ経済がなくなるって意味ですよ。インデックス。じゃあ日経平均でもいいですよ。日経平均225種類っていうのを買ってて、これって最後ゼロになるんですかって言われても。要はなんかパックで買ってるみたいなイメージですよね。そのいろんなものが入ってる。そう、いろんなものをね。で、日本経済全体を買いましょうって言ってるトピックスっていうものとかあるんだけど。お鍋の野菜セット的な。そう。こんなもんゼロになる子がないんですよ。日本という国が消滅してなくなるのは別だけど。だってもう何もかもが全部なくなったら、その価値がなくなるってことですよね。長期信用銀行だとかね、JAL だとか山一だとか言って個別株買ってれば、買ってもゼロになるかもしれない。その会社が潰れればゼロってことですよね。そうすると、金利と株式相場っていうのはすっごくこう表裏一体の関係にまずあるんです。これを分かりいただけると思うんですよ。金利のところでお話したように、金利が下がれば経済活動が活発になって、でもっと言うと、だってみんなお金借りてなんかしよう。お金余ってたらなんかしよう。下がっただけで儲かる代表業種がアパートの大家さんですよね。金利が下がるでしょ。家賃が一定だったら儲かるじゃないですか。ああ、そうか。その逆に最初にやられるのはアパートのオーナーですよね。金利が上がり始めたら。だって家賃変わんないのに、支払い利息だけ増えていくわけでしょ。ああ、そうか。で、固定にしてない場合はね。実はコロナで何が起こったかというと、この金融相場っていうのが始まったんですよ。一斉に世界中がゼロ金利になって、G7 の国全部ゼロ金利になったんですよ。ヨーロッパなんかマイナス 0.5 です。それはやっぱりコロナで世界的な。非常に経済が収縮するので、これをなんとかせなあかんっていうんで。要は経済活動があの時止まっちゃったってことですよね。ということで、金融をぐわしと緩くして、金利ももう極限まで下げて、っていうのが起こったんで、じゃあ何が起こったかというと、経済活動は停滞してるのに、株は爆上がりしたんですよ。そこはやっぱそういう反応を市場は見せたわけですね。で、その時には、さっき言ったアパートローンの例えを思い出してほしいんですよ。金利というのは経済活動と収益にものすごく影響を与えるので、だから金利が下がるだけで株価ってやっぱ上がるんですよね。それが原則そういう。原則。それはまあ、へりくつ言えばね、理論株価っていうのがあって、将来の儲けを現在価値に引き戻したものの全ての総和が株価っていうことになるので、これ自動的に上がったんです。これにっこりだったんですね。で、次に何が起きるかというと、アパートで思い出していただいたらいいのは、業績が良くなるんですよ。だって金利下がって経済活動が盛んになって家賃が入ってくれば業績良くなるじゃないですか。業績良くなってウハウハになると人も雇うし給料も上げるから何が起きるかというとインフレが起きるんですよ。だから人が物を買うから。インフレーション。そう。で、日本はこれが起きないわけでしょ。だから日本はここで止まってるんですよ。止まってるんですよ。で、去年の秋口までは日本の上場企業って3分の2の企業が上場来好業績。
もう、為替かつてなはごい。っつい円安やったし、そうか、そういう企業が多いですもんね。そうそうれでそう。恩恵ものを受けるすごく景気良かったんですけど、去年の12月20日に金利をちょっと上げてしまったので、実質ね。今12時半ぐらいなんです。で、日本に足りないのはまだ需要なんです。需要が足りないから本気のインフレにならないんですよ。例えば、まあ今でも個別の物価はちょろちょろ上がってるけど、よくNHK のインタビューでね、値上げどうですかって言ったら、いや、値上げしたらお客さんが離れちゃうって言うでしょ。ということは需要が足りないんですよ。だって、需要が強ければ値上げしてもお客さんは離れないんですよ。それはマスクとかトイレットペーパーを思い出せばいいだけのことで。ね。で、アメリカとか欧米はどうなってるかというと、インフレになって加熱したよね。ということで、金利を一気に上げました。アメリカはこの1年間で10年国債の金利が 0.5 から 3.4% 近くまで上がってます。すごい上がり幅ですすごい上がり幅。まあその余波でシリコンバレー銀行潰れちゃったんだけど、この話はまあまた別にしますけど。面白い。でも。で、ここはね、金融相場の逆のことが起きるんです。金利が上がっただけで株価は下がるね。こっちは逆でしょ。金利が下がっただけで株価が上がるんだから、金利が上がっただけで株価は下落する。なるほど。これがまあこの1年間、特に S&P500 とか、ナスダックとか、そういうところが非常にこう調整相場だった理由はこれですよ。で、こっから実はアメリカは本気で業績悪くなるのはこれから。これがこれから。だからアメリカは今ね、5時半とかね、5時なんです。怖いですね。で、まだね、雇用者統計とか見ても 3.5% ぐらいの失業率なので、で、アメリカで 3.5% っていうのはもうほとんど完全雇用なんですよ。で、アメリカと日本とちょっとその統計の仕組みが若干違うんで、アメリカも 4% 切った時点で完全雇用に近いので、ということは、もうこれから人を雇おうと思えば、どっかから引き抜いてくるしかないわけですね。そんなら給料高くなる。ということはインフレが収まらん。ということで、もうちょっと失業者を増やして倒産を増やさなきゃいけないっていうのが、まあ現実に今アメリカが置かれた状態。で、これが陰の極になって6時半とか7時になるのが、早ければ、まあ来年の夏ぐらい。もうそんなに早く。ということは、それまでに大暴落が来るってことです。夜に入っていく。夜に入って、夜明け前が一番暗いっていうじゃないですか。だから、業績が悪くなって、こんなん大丈夫かって大騒ぎになるのがまだこれからやってことです。だから、淡々と積み立てをしてくださいよって言ってるのは、これあんまり考えすぎてもしょうがない。これ輪廻は回るんだから。で、今はとにかくね、アメリカはまあ5時とかそこらの状態なんで、まだまだこれからちょっと暗い夜が来るんですよ。で、明け方は寒いっていうのが来るので、そうすると、今度は金利がまた下がって、なんとかせないかんってことになるから金融相場が始まる。じゃあなんか結構、日本とアメリカは対照的な位置にいる。だから本当にね、いろいろ突っ込んでほしいのは、なぜ日本がインフレに本気でならないのかっていうのを突っ込んでほしいんです。ムード？いやいや、需要と供給のズレのことを需給ギャップっていうんですけど、これがまあ、日銀様の試算でもまだ10兆円ぐらいあるって言われてるので。ということは10兆円ぐらい、政府か企業か個人の誰かが、そのお金欲しいって言わない限り、この需給ギャップ埋まらないですよ。あとは海外ね。海外の人が日本に来て 10兆円使ってくれるとか。だからいずれの需要と供給で経済成り立っているので、日本の場合にはまだ需要が足りない。こんな状況だということです。需要が足りない。需要が足りない。だから需要が足りないから、値上げしたらお客さんが消えちゃいますとか言うでしょ。ということは他に供給する人がいるからですよ。だから需要と供給で成り立っているのが経済なので、それをまあお金というのがまあ媒介してる。これがぐるぐる回ってるっていうことを、まあ、ちょっと今日説明したかったんですけど、だから目先、株価が多少下がるとか上がるとか、もう自然の現象なので、まあ一喜一憂しても意味ない仕方がないっていう感じですね。で、下がった時には積み立てだから、たくさん買えるんだと思っていただければ、一番いいのかなというふうに思っております。はい。今日はこんなところで金融時計のお話をさせていただきました。はい。面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ケセラセラ。